Musashi Itsukaichi Terminal, JC86. The doors on the right side will open. 線路の終わり。着きました。のどかでいい感じ。あっちの奥の方まで続いているんでしょうかね。いいサイズ感ですね。じゃあ見ていきます。高畑不動や町田もあるけど、今日はここですね。今手のとこにジャパンのあれが出てる。きれい。かわいい。ご苦労さんです。やることなくなったんで、少しやっぱり運動しないとね。本当に気分ですよ。かわいい。面白い。それなのにカメラなの？そうです。携帯電話も使えねえだからダメだよ。ただかかってくるのとベルだけで、そしたら年中壊れやがってよ。あとね、こうやってこの木の枝なんかも入ってる。どれですか？この中に？これは蔵でしょ。こういう木が。わあ、木が入ってる。本当だ。こういうね、松とか梅とか。あと模型の作られたのと。そう。すごい。こういうのがね。すごい。こっちはまた秋らしい色で。そういうのみんな持ってた人もあれだったんだな。すごいな。もういろんな季節のやったんでしょうね。こういうのにも入ってる。中には新しいこういうやつだと新しいのがあるんだよね。動物もある。これは馬か。神様みたいな。馬だな。いろいろある。あとこの道具も見せてもらおうかな。いいよ。すいません。こんなね。ちゃんと名前が入ってるんですよ。よいしょ。ここにね、全部名前が入って。これも？なんとか理由だって入ってる。本当だ。これもそうなんですね。もんじゃ焼きじゃなくて失礼しました。
本当だ。山菜流って書いてあるのかな。何入ってるかよくわかんねえんだこれ。なんか一個一個見てねえから楽しいですね。こんな船に乗ってほらこんなのもいる。楽しい。一つ一つが絵になりますね。ね、ただもう普通の水盤に砂入れてこうちょっとその辺から石拾ってきて置いてもいいんだよね。本当ですね。水盤用。亀もいれば。ね、結構歩きってあるもんね。なんともないと思ったけど、やっぱりなんかね。帰りは少し坂だからいいんだよ。なんで車持ってきてもらうトイレにだった一応火の時なんだ。ああ、そうなんだ。そこに来てもいい。それから趣味としてね置いとくんだけど。いっぱい溜まっちゃうような。マリンポーだんだん年取ってくる。なかなかシャープなデザインでいいですねこれね。それ可愛いですよね。ポンプシリーズ。ポンプシリーズ。あ、これ面白い。ここをこうやって引っ張ると、この中からこの下から吸い取って吸い上げたのがここから出てきたと。なるほど。でこれは昔ながらの空気入れ。可愛い。通ってる。この影も見てる。すごいコロコロしてる。コロ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 。なんかハンガーにね、トップアンさんってずっと一緒にお仕事してた人はいはい、あれ素敵ね。そうだよね。いいねって言ったらもう売れてるよって言って。ニコニコ堂さんはラーメンを取りに行きました。すごい可愛いです。何なんでしょう。何も用途は
ないのかしら。この棒の意味がわからない。ただ棒に穴に棒を入れているだけなのかもしれない。こっちは用途がありそうですけどね。案外遊び心で刺してあるだけかもしれないです。こちらも気になりますね。面白い鍵。よくね、はい、ハンドルの形とか。塗る前の盆。綺麗。形も。これあれだよね、安価。あ、こっちね。うん。これはわかんない。小樽や、小樽。素敵だわ。あったね、焼き物。7月頃なんですかね。上下もわかんない。ああ、模様だじゃん。水だよ。水の中を見るやつ。これなんか水筒。俵札。水筒わからない。大麦。トラブルでやって。火入れてね、こう気を。なんかあったかいよ。日が経っても。なんで郵便のマークがついて指で、あ、郵便局か。郵便局の手炙るんだよ。炭を入れたってことですかね。これもジュラルミンで。
この店なんだね。裏もあって。マジで。これトイレ。こうやって持つんですね。これは素敵ですね。あ、やりますよ。ここは1月5日。一応ね、はい。何時頃？笹原。すぐ出るんですよ。
シャーレですかね。よく見るとこのように気泡がところどころに入っていたり、吹きガラスならでは、手作りならではの揺らぎのようなものとか、柔らかい線なども入っていたり、このカットの上部のカットのところもまっすぐすぎないところがシャープな線だけれども温かみというか人間味を感じる味というものがありますね。そして次はこちらです。動画の途中でも映りましたね。こちらは、上海リルさんで見つけました。昔の新幹線、私が子供の頃まだ走っていました。ここに穴があるので棒を差し込んで使ったのではないかと思いますけれども、1個の穴しかないので、この中心でもないここに一つ穴があって、そこに棒を差し込んで使ったのだろうと思うんですけれども、なんでここの中心よりずれたところに穴があるのかはちょっと、まだ考え中、分かりませんね。似たような道具とかが、ググれば出てくるかもしれないですね。そしたら何だったか分かるかもしれません。次、これは絶対買いだったもの。これは撮影しなかったお店で見つけて、そちらにはたくさんこけしが並んでいたんですけれども、でこけしのペアが多かったんですけども、これは1匹だけ。この頭がクラクラする感じとか、この耳とかもちょっと光の加減で顔の表情がちょっと見にくいかもしれないんですけれども、ここにちょっと斜めに線があるんですよね。このなんか口だと思うんですよね。口じゃないのかな、傷かな。もし口だとしたら、これちょっとほくそ笑んでるような感じ。下にこんな風になんだこれ、押すと出てくる。なんだ、動くのかな。いや、違いますね。ちょっとよくわかんない。この下の穴、何かの仕掛けかなと思ったんですが、どうでしょう。ちょっと首が上がる感じはしますね。謎です。かわいい猫ちゃんのこけしでした。はい、次はこちら。この躍動感あふれるスキーヤー、心なしか笑っているようにも見えますね。どうでしょう。なかなかいいポーズじゃないですかね。この棒とか、このなんだこれ、すごい、こんなあちこち向くものなんですね。まっすぐ向かないで。これはやっぱり実際やったことのある人がこれを作ったのか、ちゃんと写真を見てこういう風にしたのか。いやでもどうでしょう。こういう風に 3D にこういう風に複雑なポーズとか動きが作れるってことは、やっぱその経験者が作ったんでしょうかね。いいですね。このきっと昔は木だったんでしょうね。このスキーの板もこの茶色で、こういう雪山の風景とかも模型を作って旋盤の上に飾られた、そういうことを楽しまれたんでしょうね。色の違いのある木々が箱によって詰められてましたからね。緑の木もあったし、秋の紅葉した木の模型も模型もありましたから、四季の違いを楽しんだ模型を作られたんでしょうね。何のこっちゃですか。ちょっと暗くて見えないですけど、またも布ですね。布。そしてこのように継ぎはぎが裏を見ると見えてきましたね。見つけるとたまらなく興奮してしまうのですね。こう時々こうやってここにもよく見ると穴があって、2枚重ねても縫ってありますね。ここ透けて見えますが、
ここにもうすでにこの薄くなってる1枚目の布の裏に2枚目の布をもう穴がたくさん開いたので、こことかこことか穴のたくさん開いた部分にもまとめてバンと裏からこのように貼ってありますね。貼るじゃない、縫い付けて剥いでありますね。そのまた上をさらにこの布が貼られて、この辺りなんかもう三重に貼られちゃってるのかしら、ちょっとよくわからないですが、またじっくり見て、この隙間から別の布が見えちゃうところとかかわいいですよね。こっちも継ぎはぎをされて何重かになっているのがもう全体的に見えますね。はい、ではそのように継ぎはぎされた布でした。最後はちょっとこれを同時に見せたいかな。これいや別になんていうのかな、スライムがすごい好きとかじゃないんですけど、これはニコニコ堂さんでなんか妙にいっぱいスライムがあったと思うんですが、なんか可愛いなって思ったんですよね、急にね。でこのニコニコ堂さんで買ったこの透明のスライムちゃん、スクエアエニックスって書いてある、あれですね、ゲームの作ったメーカーの名前ですよね。そしてこっちがこのおじさん、座るおじさんもう座る系弱いんですよね、こういうのもね。じゃ撮影しなかったお店で布、さっきの布と同じお店で買ったんですけれども、ちょっとこのいろんな種類の色違いというかキャラクターみたいなのがいて、もう可愛いですね。このなんでしょう、この腕とか足とかもいいですね。笑わせてくれて元気が出ますね、こういうのは。以上、買ったものの紹介も終わりです。それでは2025年、今年も1年、どうぞよろしくお願いします。皆さんにとっても2025年が良い1年になることを願っています。それではまた、さよなら。よいしょ。バイバイ。